こんばんは。はるけです。今回は新イベントダイナスティ選手のティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、ハイスの選手だったりとか SBC 目標できた選手を含めてます。で、こちらの動画は現役選手のみのティアリストになってます。それでは早速紹介をしていきます。こちらが新イベントダイナスティ選手のティアリストになります。現役選手のみになってますね。まずは D です。D はですね、シリサネ、そしてティム・オーバードール、そしてベロン、そしてブラウト・ブルーネスと、この4名になってます。まずはシリサネですね。サネの弟に当たる選手になると思うんですけれども、速さっていう風な部分がね、あるサイドアタッカーですけれども、ただ爆発的なスピードっていうところでは、ちょっと物足りなさっていうのはありますね。で、冷静さがなんといってもかなり低いですし、あとはパスもね、あまりうまくはね、ショートパスだったらね、つなげるんですけど、スルーパスがちょっと難しかったりとかは、しますし、ちょっと重みがある選手にはなるので、結構使いにくさっていうのがね、ある選手。だから爆発的なスピードがあれば、なんかそのデカさも相まって、フィジカルで当てられても、ぐんぐん進んでいくってことができるんですけど、ただ、ちょっと厳しいかなっていう風に思いますね。囲まれたら終わりですし、スペースがあったとしても、サイドバックの選手に、別に追いつかれることも全然あるっていう、そういう選手にはなりますね。で、そして、ティム・オーバードールですね。ブンデスのセンターバックになるんですけれども、この人もですね、そこまで強くはない選手に、なりますね。やっぱり積極性の低さっていうのはどうしても気にはなってしまいますし、これとも冷静さっていうのは、低いですね。で、かつね、一番センターバックとして自分が気になるところはですね、インターセプトが77とかなり低いですね。なんで、結構ここで、なんていうんですかね、勝手に取ってくれないんかとか、ちょっと簡単に相手のフォワードに前を向かれてしまうというか、結構ガツンといけないっていう、勝手にそこの位置を取ってくれないっていう風なところで、個人的にはちょっと物足りなさっていうのはあるし、これまで皆さんが使っているセンターバックの方が多分いいかなっていうに、思いますね。で、そしてベロンですね。ベロン。予測のね、プラスがついたっていうところは非常に素晴らしいというふうに思うんですけど、肝心の守備っていうところがですね、やっぱりこの人もインターセプトが低かったりとか、本当に自分でタックルを行かないといけないっていう、ちょっと難しさがある選手になりますね。で、かつ、ドリブルもね、持てなくはないですけれど、めっちゃ軽いって方ではないし、レースもちょっと低いし、リアクションも低いしっていう選手になりますね。なので、プレイスタイル自体は結構割といいと思います。ただ、やっぱり能力があまりついてきてないなっていうのが、正直な、印象にはなりますね。パスが、まだいけるかなっていうぐらいな、だけで、シュートもそこまで入らない選手にはなりますし、3-3だし、じゃあかといって守備戦ってなったら、タックルの部分はやっぱり予測のプラスとか能力もね、相まっていいんですけど、やっぱインターセプトのね、部分だったりとか、やっぱそこ賢いなっていうところはあまり見えない選手には、なりますね。ベロンはね、ちょっとね、プレイスタイルとかが良かっただけに、惜しかったかなというふうには思います。で、そして、ブラウト・ブルーネスですかね。ブルーネス。で、この選手に関しては、スキル3、逆足4という風なところで、ちょっとデカさもあるんで、ほんとハーランドみたいな、そういう使い方になるかと思います。ただやっぱりハーランドほどの理不尽さっていうのはなくですね、冷静さも低いし、決定力自体ももうちょっとあった方がいいなという風に思いますね。フィジカルがあったりとか、ジャンプ99とかがあったりするんで、ヘディングで叩き込むっていうことは、十分できる選手にはなるんですけど、そうね、クロスゲー専用の選手として、見た方がいいかもしれないですね。で、そして続いては C ですね。C はですね、オスカル・ホイルンド、そして女子選手、ジュリアン・ビルツ、そしてハジ、そしてラーション、そして目標で来ましたマルディーニですね。この5名になってます。まずはオスカル・ホイルンドですね。中盤の選手になるんですけれども、逆足4っていう風なところだったりとか、ショートパス値が高いっていうのは素晴らしいと思います。で、かつドリブルのところ
アジリティだったりとかバランスが高いっていうのは素晴らしいというふうに思います。ただやっぱりリアクションが72かなり低いっていうのと、レースはこの人も75なんで、ちょっと微妙ですね。でやっぱりボランチの選手として守備面がどうしても能力的には厳しいっていう風なところで、ブルーザのプラスついてますけどフィジカルが特段強くはないっていう、そういう選手にはなるので、スピードが速かったりとか、ある程度こう若干の持ちやすさみたいなところと、パス出しっていうのは、まだできる選手にはなるんですけれども、ちょっと厳しいかなっていう風には思いますね。ちょっと個人的には使いにくくはないっていう風なところで、C っていう風なところにはなるんですけど、ただ特段、強さっていうのはあまり感じない選手になりますね。で、そして、ジュリアン・ビルツですね。フロリアン・ビルツのですね、姉の選手になるそうですね。この人に関しては、もちろんこの人もボランチの選手、中盤の選手として逆足4っていうのは素晴らしいというふうに思います。で、パスもかなり上手い選手にはなりますし、あとはインターセプトの値がね、高かったりとか、守備面だったりとかはそこまで悪くはない選手になりますね。ただプレイスタイルのプラスがなかったりとかは、しますし、個人的にはペースがもうちょっと速ければ LB として使えたかなっていうふうには思いますね。で、そして、続いて、ハジですね。ハジに関してやっぱりスキル逆足っていうのが素晴らしいと思います。ここでかなり、C ランクに入り込んだかなっていうのは、感じますね。能力に関してはもっと上がって欲しかったなっていうのが、正直な感想ですね。リアクションだったり冷静さっていうのも、やっぱりもうちょっと欲しいですし、フィジカルもそこまで強くはない選手にはなります。パスだったりシュートがまだちょっとできるかなっていうぐらいなんで、正直能力的には、D に入ってもおかしくはない、今の環境下の中でいくとどうしても代わりはいてしまう、選手にはなるんですけど、やっぱスキル逆足の恩恵っていうのはね、非常にでかいので、個人的には C に、してます。で、そして続いてはラーションですね。ラーション。この選手はですね、スピードが速くって、ドリブルも軽くってという、そういうウイング、サイドアタッカーの、選手にはなりますね。で、パスもある程度は出せる。難しいのはちょっと難しいけどっていう、そういう選手になりますね。で、シュートも、ある程度はですけど、正直ほぼ入らないっていうか、冷静さはこの人もね、低いんで、どうしても決めきれない場面っていうのはあると思いますし、逆足も3なんで、逆足で打った時、だったり逆足でパス出した時っていうのはどうしてもずれたり、外してしまったりするのは仕方ないかなというふうには思います。なんで本当に軽さとスピードっていう風なとこだけ、ですね。なんで個人的には、悪くはないんですけど、ただ別に他の選手でいいっていう、そういう選手にはなってしまいますね。で、そして、続いては目標できました。マルディーニですね。この人はですね、まだ悪くはないと、思うんですけど、ハジと同じような感じですかね。スキル逆足はね、全然違うんですけど、ただこうテクニカルのプラスを持っていたりとか、でかいんだけれどもドリブルで運べるっていう、そういう選手になるんで、いいところっていうのは、あります。ただ、やっぱり能力もうちょっと本当に上がったらよかったなっていうのは思いますし、全然、もう普通に悪くない。それこそコントロールスプリントを使えれば、普通にこう使える選手には、なりますね。ただやっぱり、物足りなさっていうのは能力的な部分で、どうしても出てきては、しまいますし、本当に全体的にあと、プラス2、3、されていたらまたちょっとランクは違ったかなというふうには思います。で、そして、続いては B ですね。B はですね、フロリアン・ビルツ、そしてエドワルド・メンディ、そしてニコ・シュロッター・ベック、そしてラスムス・ホイルンド、そしてレロイ・サネ、そしてマーカス・トゥラム、イニャキ・ウィリアムズ、クインテン・ティンバーと、この選手たちになります。ビルツに関してはですね、今作多分イベントカードとしては初めての、強化カードになりますね。ビルツに関しては非常に扱いがしやすい中盤の選手で、軽くてパスが上手くってっていう、そういう選手になりますね。で、シュートもある程度はっていう選手ですね。全然キーパーと1対1やったら、決めきることも、できる選手になりますし、2列目の選手としては普通にいいかなっていうふうに思いますね。
で、あとやっぱりペースが、どんどんこれからの強化カードとかが、出てきたら上がってくるので、まあそこが改善されていけばいいかなっていうふうに思います。まあ使用感は普通にいい選手にはなるので、全然スタメンに入ってもおかしくないですね。で、そして、メンディですね、キーパーの、メンディ。まあ、メンディはね、正直ね、やっぱキーパーっていう風なところもあって、なかなかやっぱ試合に酔ったりとか、止める試合もあれば、なかなか止めない試合もあるっていう、そういうね、選手、まあそういうポジションにはなってしまうんですけど、メンディ自体結構でかい選手にはなるんで、身長はやっぱり今作もね、キーパーとしては大事になるんで、まあ個人的には、まあ、期待も、込みで、まあ、まだありかな。全然使ってもいいかなっていうふうに思いますね。ただまあ一つ懸念点としては、スピードがね、ちょっと40と遅い選手にはなるんで、まあそこの飛び出しの部分ではちょっと遅れてるなとかっていうのは全然あるかなと思いますね。で、そして、シュロッターベックですね。まあ、シュロッターベックに関してはインターセプトのプラスが、ついているということ。かつ、あとは左利きのセンターバックということで、少しこう貴重な存在かなと思います。ただやっぱり逆足2だったりとかがするので、やっぱりこう逆足でのサイドチェンジとか、ロングパスっていうのは弱くなったりとか、届かないっていうことがあっても仕方ないかなっていうふうに思いますね。守備能力とフィジカル能力っていうのもね、しっかりはしてますし、スピードもある程度はあるんで、結構この人はありですね。結構ね、シュロッターベックは線が細いタイプというか、細身ゴリゴリみたいなガツガツみたいなそういう選手ではないんで、フィジカル能力は高いけれども、なんかこう、ガツンといってくれへんなというか、そういうシーンっていうのはどうしてもある。そんな選手にはなりますね。まあこういうのも全然スタメンには入ってきてもおかしくないですね。で、そして、ホイルンドですね。まあ、ホイルンドに関してはですね、4-4に変わってます。3-3から4-4。逆足もスキルも確か上がってたと思いますね。で、コントロールシュートが一つこうついているっていうのは、素晴らしい。プラスついてるのは素晴らしいですけど、ロング今週、ソン・フンミンだったりとか、グリーズマンだったりとか、サラーだったりとか、そういう風な理不尽な今週っていうのはあまりないですね。でやっぱりこう、決定機、やっぱ抜け出した後の1個のオプションとして今週やったら決まりやすいよっていう、まあそういう今週の、イメージの方がいいと思います。ホイルンドでロングシュート、ロングの構成度シュートが入るわーって感じではないですね。なんで、まあそういう1対1の場面で使うのがいいと思いますし、決定力っていうのは、まあある程度は高いんだけれども、ただまあ冷静さ81っていうところがもうちょっと上がってほしいなっていうのは思いますね。まあ個人的にはこの人もハーランドタイプというか、デカさがあって、スピードがあって、最後決めきるっていう、そういう選手にはなります。スルーパスっていうのは結構通せない選手にはなるんで、本当にこうフィニッシャー型の選手にはなりますね。で、そして続いてはサネですね。レロイ・サネ。サネに関してはサイドアタッカーの選手としてやっぱりスピードっていう風なところと、あとは意外とちょっとでかいというか180センチ超えてる選手にはなるんで、まあスピードで置いていけなかったとしても、ちょっとこうフィジカルで耐える力があるという、そんな選手になりますね。で、結構切り返しとかも早かったりとかして、意外と持ちやすい選手にはなります。で、パスもある程度通せるし、シュートに関しては結構サイドアタッカーの選手の中でも、決めきる力っていうのは高いと思います。普通に左足で打てれば、十分こう、ファーにズドン決めきっては、くれますね。ただまあ逆足がやっぱ3っていう風なところ、これでもね、2から3に上がったんですけど、ただやっぱサネの逆足っていうのはどうしても気にはなって、しまいますし、まあそこも別に逆足さんでもいいよっていう方だったら、割とありかなっていう風には思います。で、そして、トゥラムですね。マーカス・トゥラム。トゥラムはですね、まあ、ルカクかな。ルカクっぽい感じで、まあ同じね、このダイナスティのイベントで言うと、ブラウト・ブルネスの上位互換、そういう風な選手だと思ってもらえたらいいと思いますね。本当にクロスゲーとかヘディング、空中戦だったりとかを使わないと、ちょっとこうもったいない選手にはなってしまうかなと。思います。エアリアルのプラスついていたり、しますし、ジャンプも99かなあって、ヘディング精度も高くって、身長もね、高い選手にはなるんで、ほんとこう、ルカクっぽい選手に、なると思います。ただやっぱりルカクと違うのは、スキルがね、4っていうようなところなんで、こう、スキルをちょっと使いたいっていう方からしたら、トゥラムはおすすめかなというふうに思います。まあ、レースはもうちょっと高かったら、よりこう、理不尽な選手にはなったかなと思いますね。
で、そして、イニャキ・ウィリアムズですね。ウィリアムズも、サネと同様に逆足が2から3へ上がってますね。ただ、気にはなると思います。3、やっぱ4あった方がいいので、そこでどうしても3っていうのは、まだまだ気にはなる、数字にはなりますね。で、パスに関してはそこまでうまくは、ないですし、本当に特徴としてはスピードですね。この人の爆速なスピード。速さっていうようなところがあるんで、スペースがあればですね、もうどんどん走っていっていい、そういう選手にはなります。で、最後の決定機のところで、そうですね、やっぱトリベーラのプラスがね、ついたっていうのはでかいなっていうふうに思いますし、この人も、先ほどのホイルンと同様に、アウトカーブで、ロングシュートみたいなのはなかなか決めきることはできないですね。やっぱプレイスタイルがあったとしても、どうしても能力っていうのは大事にはなってくると自分は思うんで、ロングシュートもカーブもね、なかなかちょっとそこまで高いとは言えないウィリアムズで、ロングシュート、ロングのアウトカーブっていうのはなかなか難しいというふうには思います。バランス値低いですけど、敏捷性はまだ高いし、本当にスピードで、ぐんぐん進んでいける選手にはなるので、まだ全然スタメンには入ってもおかしくはないと思います。で、そして続いてはティンバーですね。クインテン・ティンバーに、なります。ティンバーは全然悪くはないですね。ケミが合えばですね、十分使えるボランチの選手にはなりますし、逆足が4っていうところと、あとパスのうまさっていうのと、ドリブルも意外と軽い、持てるという選手にはなりますし、守備能力もね、守備意識はちょっと低いですけど、インターセプトだったりとか、タックル、ある程度は、インターセプトもちょっと欲しいですけど、ある程度はっていうようなところと、あとは積極性だったりとか、リアクションだったり、冷静さっていうのも、ありますし、フィジカルもね、あるんで、悪くはないという、そういう選手になりますね。ただやっぱり、相手に見ることってのは多分少ないかな。ケミが難しいしっていう、そういうようなところですね。で、そして続いては A ですね。A はですね、女子選手、レナ・オーバードール。そして、ローレン・ジェームス。そして、リース・ジェームス。そして、SBC で来ました、リュカ・エルナンデス。そして、ユリアン・ティンバーと、この5名になってます。まずは女子選手ですね。オーバードール、レナ・オーバードールですね。この人に関しては、やっぱり逆足が4っていうところ、この人も素晴らしいと思いますし、冷静なリアクションもある程度あってですね、フィジカルも、強くって積極性も高くって守備能力もねしっかりしているというそういう選手になります。でパスもねある程度は出せるっていう選手ですね。一応インターセプトのプラスがついてるので、ちょっとこうカンテっぽい、感じですね。加速も高いし、ダッシュ速度がめっちゃ低くって、ここの加速とダッシュ速度の差がかなりある選手にはなるんですけど、ほんとちょっとカンテっぽい感じで、ある程度は使えるかなという選手にはなりますね。女子選手なんでなかなか今の現状もですね、ケミは、組みにくい選手にはなるんですけれども、ただ全然まだありかな。普通に、トップクラスの中には入るかなというふうに思いますね。で、そして、ローレン・ジェームズですね。ジェームズに関してはスキル5、逆足4。ここもともと持ってるっていうのは、素晴らしいですし、アジリティがね、低いんですよ。敏捷性低いんですけど、ただ意外と、多分身長も低いからか、意外となんか、別に切り返しもそこまでめっちゃ遅いっていうほどではない、そういう選手になりますね。個人的には、やっぱ冷静さ77。ここね、TOTW のジェームズとね、数値変わってないんですよね、確か。なんでここ上がらへんねんろっていう風には思いましたね。で、やっぱり冷静さが気になるので、シュートの場面でそこ決めきってくれへんかっていうのは、あります。なので本当にサイドアタッカーとして、こう、チャンスメイク、ドリブルとか、そのスピードとかでぐんぐんいって、最後ラストパスみたいな、横パスで、どうぞみたいな、そういう使い方っていうのが一番ジェームズは合うと思いますね。本当にスピードだったりとかスキルっていうのは素晴らしいものを持ってるので、プレイスタイルでもラピッドのね、プラスついてるんで、全然十分トップクラスなんだけれども、ただ、やっぱり、冷静さのところだったりとか、能力的なアジリティのところだったりとか、で、気にはなるところはあるけど、それ以上にこう、プラスの要素っていうのがすごく感じる選手に、なるので、ここの A に、してます。でそして、リース・ジェームスですね。この人、非常に強くなったなって、思いますね。逆足は3ですけれども、十分右足では、パスは上手い方の選手だと思います。で、ペースも90に乗りましたし、
フィジカルも強い選手で、ディフェンス能力もね、ちゃんとあるっていう選手になりますね。で、冷静さ、リアクションも素晴らしいですし、積極性がね、もうちょっとあればっていうところはあるんですけれども、ただまあ、ジョッキのね、プラスついていたりしますし、操作感っていうのは、十分使いやすい選手で、まあ、金の時から単純に、今の現環境に合わせて強化されたなと、そういう風な印象を受けますね。クロスも上手いんで、クロスゲーをする方にとってもこの人からのクロスっていうのは、全然いいんじゃないかなというふうに思います。で、そして SBC で来ましたリュカ・エルナンデスですね。リュカに関しては30万とちょっと高いと思いますね。先週のシュクリニアルかな、レディオアクティブで、来たシュクリニアルの方が、半額で作れるんで、そういう意味では、リュカはそこまでコスパはいいとは言えないかなって思いますね。ただまあ、強さ的には、全然自分はあると思いますけど、守備能力もね、しっかりしていて、あとは積極性もね、高いし、意外とフィジカルもあるしっていう、割と、いいと思うんですけど、ただ、まあそうね、別にシュクリニアルでいいかなっていう風には、先週来てたんで、そういう風に思ってはしまいますね。プレイスのところも、もうちょっと、なんかいいのがついていたらですね、より良かったかなっていう風に思います。で、そして続いてはティンバーですね。ユリアン・ティンバー。まあ、センターバックとして非常にですね、扱いがしやすい、パスがうまい、ビルドアップに長けた、そういう選手になります。身長は結構低いです。かなり低い選手ですけれども、その分小回りが効いたりとか、相手の細かいドリブルについていけるという、そういう選手になります。で、かつ、冷静さ93。これセンターバックの中では多分トップクラスに高い冷静さにはなると思いますね。で、非常にやっぱりスライディングのプラスは残念ですけど、ジョッキーついたりとかインターセプトまだついてるんで、まだありかなっていうのは思います。ただ足りないですよ。ただ足りない。予測とか、ブルーザーとかついていたらより良かったなっていうのは、思います。で、かつこの人も積極性の部分がちょっと低いというか、もうちょっとあればなっていうのは思います。ただまあ、それ以外は本当に完璧。プレイスタイルもうちょっと欲しいなってところと積極性がもうちょっとあればなっていうところは改善点かと思うんですけど、ただそれ以外は、十分やってくれる選手にはなりますし、素晴らしいなというふうには思います。で、そして、続いては S ですね。S はですね、テオエルナンデス、そしてフェラン・メンディ、そしてアーリン・ハーランド、この3名になります。まずはテオですね。まあ、理不尽さっていうのは非常に感じる選手になります。かつ、クイックステップのプラスを備えたことによって、速さっていう風なところでも、より置いていかれない、そういう選手になりました。で、かつそこから後ろから追いついていって相手を弾き飛ばすという力がこの選手はあります。かつ、細かい動き、細かいタッチっていうのはなかなかできない選手にはなるんですけれども、もう細かいのとか関係ない、ぐんぐん、スペースあったらバンバン運んでいくでという選手になりますね。なんで、結構攻撃参加っていうのは、できなくはないんですけど、細かいタッチを要求する場面だったらなかなか難しいというふうには思いますね。ただまあそういう、なんですかね、マイナス点と捉えれるような部分があったとしても、もう他は完璧なんで、マジでえぐい。で、値段を見ても LB の選手として100万を超えてるので、まあその価値っていうのは十分にありますね。本当に理不尽さを感じる守備的 LB の選手に、なりますね。で、そして続いてはメンディですね。フェラン・メンディ。この人も値段はバカ高いです。サイドバックかと思えへんぐらいの値段します。ただ、その価値っていうのは全然あります。やっぱりこの人も能力以上に強さを感じます。守備値は81ですから、全然低いよ。サイドバックからしたら。他の方がいいんちゃうかって思うけど、やっぱりメンディそんなんちゃう。もうこの人も守備も完璧。で、かつ攻撃も十分できます。やっぱり逆足5っていうところは素晴らしいし、ドリブルも、十分軽い選手にはなります。で、レーサー82なんだけれども、メンディの場合は、まあそこまでは気にはならない。まあサイドバックってこともあると思いますけど、そんなには気にはならないし、勝手に取ってくれる力っていうのもあるし、もうマジ最強ですよ。本当にペースも速いし、置いていかれない。スライディングのプラスっていうのは、そこまで必要じゃないかもしれないですけれども、ただ、やっぱりメンディ固有のなんか強さっていうのは、非常にある選手になりますし、まあ世界大会でもね、金のメンディの使用率っていうのが非常に高かった
ので、まあそこからプラス5もね、強化をされたメンディが、来たらもうそらえぐいなっていう選手になりますね。でそして、最後、アーリン・ハーランドですね。ハーランドに関しては、スキルかなが4になってます。RTTK と同様にスキルが4で、まあ能力も94だよという、そういう感じにアップグレードされましたね。で、こちらの、まあダイナスティの特殊カードはエアリアルのプラスがついてて、よりこう空中戦もですね、強くなったという選手になります。で、逆足は3っていうところは、ハーランドはあまり気にはしてないですね、自分自身は。右足でもバンバン決めてはくれますし、ファーにズドンっていうこともね、十分できる選手になるんで、決定力っていうのは両足ともに高いなというふうに思いますね。で、ドリブル自体はどうしても重たいです。難しいことっていうのはなかなかできない選手にはなるんで、まあスペースがあった時に裏抜けだったりとか、あとは本当にボックス内だったらすぐにシュートを打つというか、ワントラップしてコース作ってすぐシュート、そういう使い方っていうのがね、いいと思います。細かい動きでなんか相手をまずずらしてみたいなところでハーランドに渡すのは、ちょっとこうハーランドが苦手なことをすることにはなってしまうので、まあ使い方だったりとかをこう見極めていく必要っていうのはあると思います。ただ見極めれた時に本当にハーランドは止めれない、もうバンバン点を決めてくれるそういう選手にはなるので、まあ明らかに、強い選手にはなりますね。まあという感じでこちらが新イベントダイナスティ選手の手荒れになります。少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。